皆さんこんにちは、サムです。今日はこれからレポートを書くんですけど、私がいつもどんな感じでレポートを進めてるのかっていうのを完成するまで追跡しておこうと思います。で、今回はどんなレポートかっていうと、文系の人も理系の人も結構多くの人に参考になるかわからないんですけど、医療系のレポートになってて、まず患者さんの症例が与えられてて、それの病名は何かっていうのをデータから予測していくっていうのと、その患者さんに投与された薬っていうのも分かってるんで、そういうのでもっといい提案ができるんじゃないかとか、注意点は何かみたいな薬学的なアプローチをかけていくっていう感じのレポートになってます。ですでに模範解答的なものは分かってて、それはデータとしてもパソコンに入ってるんですけど、それを書くだけだと正直つまんないレポートなので、私はそれにプラスアルファして自分で調べたものとかを付け加えて、それで提出したいなと思ってます。いつもこんな感じで進めてて、いい成績を取りたいっていうより、この自分が満足いくレポートを作りたいなっていつも思ってるので、かなりリサーチとかは入念にするし、レポートも人よりはいいと思ってて、なんでいつもレポートで点数が決まるような科目は今のところ成績がかなりいいです。朝までかかっちゃう時とか平気であるんですけど、今回のレポートは今日中に終わらせたいと思ってます。途中でちょっと違うことしたりするので、どんな感じでレポートを書く一日過ごしてるのか的な感じで見てもらえればなと思います。時間はですね、夕方、どっか行っちゃった。多分夕方の4時ぐらいだと思います。今日一日が終わるまであと8時間ぐらいなので、頑張っていこうと思います。今レポートをやり始めてから40分ぐらい経ったんですけど、最低限の打ち込みは終わった状態です。ここからもう分かってることがあるので、それを付け足して、その後にもうちょっと自分で調べて、で最後の付け足しにしようかなと思います。今だいたい1655単語打ったそうです。自分が用意してたデータをあちこち行き来したり、あと言葉がね、一発の変化出てこなかったりとかして、かなり時間かかっちゃいました。いつもこの段階で気をつけてることなんですけど、できるだけ体裁は整えないようにしてます。例えば私は分かりやすいようにアンダーラインとか太字とか使ったりするんですけど、それを途中でやっちゃうと、例えば太字の設定にしとくと、その後全部打った文字が太字になっちゃうんですけど、そのいらないとこまで太字になっちゃったりして、でそれを直すのにもう一回該当部分を選択して太字じゃなくしてとかってやるのが結構煩わしくて時間かかっちゃうので、整えたい気持ちは山々なんですけど、それは最後にまとめてやるようにしてます。あとは体裁も結構気をつけてて、他の人のレポートを見る機会があったんですけど、結構みんな見づらいレポートになっててびっくりしちゃったんですけど、文章だけで論述するとか、そういうのなら別なんですけど、そういう表現の指定がない場合は、やっぱり視覚的にも分かりやすいのってかなり大事だと思ってるので、見出し一つとってもいろいろ表現ができるんですよ。太字使える、フォントを変えられる、アンダーラインできる、あと文字の大きさを変えたりするのでもいろいろ違ったものになってくるので、そういうのを駆使して見やすいようにしてます。あと文字の色、すごい色を使えばいいかっていうわけではなくて、私は赤しかレポートの時は使わないです。やっぱり基本が黒っていうはっきりした色っていうのがあるので、そのコントラスト保ってるっていう意味でも赤はいいし、他の色もあんまりしっくりこないので、シンプルに私は黒と赤でやってます。あと空間、例えばワードだったらスペースもかなり重要な部分で、デザイン的な意味でもそうなんですけど、空間って視覚的にかなり重要なんですよ。例えば見出しを打ったら、見出しの下を1行開けて、その下から本文を書き出すとか、あとはタラタラ
か文章を書いてなんか分かりにくい時ってあると思うんですけど、そういう時はもう潔く箇条書きにしちゃうとか、工夫してるのはそのぐらいかな。理系の人だったら結構使うと思うんですけど、図があるとかなり分かりやすくなる場合があるので、そういう時は図を引用したりします。大事なのが参考文献なんですけど、参考文献を載せないっていうのはもうまず論外なんですけど、載せる場合も後で一気にやるとどこが何だか分かんなくなっちゃうので、もう何か参考にしたものを書いた時点で、私はいつもページの一番最後に参考文献をバーって載せてるので、ネットの情報だったら URL をまずペーストして、でそれを見た日を最終閲覧日何年何月何日って書いて、サイト名のタイトルとかっていうのも私はいつも書いてます。そこまでする必要ないかもしれないけど、やって損はないので私はそうしてます。ということで、また続きを頑張ります。文字数がいい感じになって、ちょっとあんまり長すぎてもダメそうなので、なんでとりあえず書き上げて提出しました。で、今日書いてたのは最初説明した通り医療系のレポートなんですけど、文系の科目で S をもらったことがあったんですけど、それは確かレポートがもう 100% の科目だったんですよ。初回の授業の時に、こういう感じのレポート書いてもらえますよみたいな予告があったので、そのテーマになってる本が一冊あったんですよ。その授業で教科書として使われてたものなんですけど、授業もその本を使ってやるので、とりあえず授業は大事に聞くっていうこと。大事そうな箇所は、ちゃんと自分でも理解しながら聞くっていうのが、もうこれがレポートの準備になってたので、それは日頃の授業から意識してました。で、さあいざレポート書くぞってなったのが、だいたい締め切りの1ヶ月前ぐらい。授業でやってるので内容は知ってるっていう感じでも、意外とそういうわけでもなくて、その授業がない他の日に改めて俯瞰してみると、なんかこういった見方もできるなとか、そういうのが結構あったので、冒頭で一冊の本とかを題材にしてる人は一回頭が真っ白すっきりになってる時にざっと本を読んでみるっていうのが結構おすすめです。で、私はその本を読みながらレポートのコアな部分になるかもみたいなところは書き出したり、とりあえずその自分が考えた後を忠実に何かに可視化するっていうのが結構大事な作業だなと思ってます。書いて、で今は情報を仕入れて、でちょっと書き上げただけで、これでじゃあレポート書けるぞとは言えないんですね。なんでかっていうと、この情報がバーって散乱してるだけで、そのまま文章にしちゃうと、じゃあ何が言いたいのとか全然理論的に話してなかったりするので、その次に情報をまとめるっていう作業が必要になります。で、情報をまとめるときは紙とペンでやります。頭の中で考えたりパソコンで打ったりしてるとなんかあんまり整理されない感じがするので、これはずっと紙とペンでやってますね。一つの科目で扱ってることって違う話に思えても意外と裏でつながったりとかするので、これとつながりあるなとかそういうのもチェックしながら、じゃあ A っていうことが言えるんだったらこの C ってことも言えるし、そうすると B もつながってくるなみたいな感じでつながりも意識します。一旦情報はまとまった状態なのでレポートを書いてみます。とりあえず自分で言葉にしてみます。で、その日は一旦そこで作業終わりにします。なんでかっていうと、その状態で一旦自分が書き上げた文章を読んでもそんなにおかしいと思わないからなんですね。なんで一旦その日はもう寝ます。で、また違う日にその科目のことを全然考えてない時にレポートの下書きというかそれを見てみます。そうすると自分が言葉にしたものが変に感じたり、理論が
飛躍してたりするのに気づくので、そこにチェックを入れといて何が必要なのかっていうのを考えます。言葉が足りないんだったら分かりやすく言葉を変えればいいし、情報が足りてないんだったらそこでサーチすればいいしっていう感じで、足りないものを補っていって下書きをだんだんと本番のものにしていくっていう感じで、私はいつもレポート書いてます。今話聞いてただけでわかると思うんですけど、こういう作業があって私はレポートを出せてるので、正直前日にやったところで終わるわけがないんですよ。マジで中途半端な感じになっちゃうんで、なのでそれなりにしっかりやりたい人はそういう日数がかかるっていうのを逆算してやった方がいいかなと思ってます。こういうとこはちょっと真面目なのかもしれないんですけど、何か参考になれば嬉しいです。これから私はジムに行って、それからまた勉強したいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。